世界は今、ジェトログローバルアイ。海外で商品を販売するためのマーケティングやブランディングには多額の費用がかかります。そうした中、効率的に市場のニーズを捉え、商品の存在感を高めた企業を取材しました。山形県の最南部に位置し、城下町としても知られる米沢市。この地の伝統産業といえば、そう、米沢織だ。紅花をはじめとする自然由来の染料で染めた麻や綿、絹などの糸を使った織物で、着物や袴、帯などの和装品が有名だ。米沢織を根付かせたのは米沢藩9代藩主の上杉鷹山公。そして今も米沢織の伝統を受け継いでいるのがその家臣だった新田。現在は従業員19人の企業だ。私たちは和装関係を得意にしてまして、着物とあとは帯ですとか、あとは袴ですとか、そういうふうなものをメインで制作はしておるんですけども、今は小物まで幅を広げてこだわったものを一点一点制作しております。それまで新田は商品を国内でしか販売してこなかったが、4年ほど前になるんですけども、ニューヨークの美術館のバイヤーの方が来られました。その際に小物をまずチョイスしていただいたっていうのがきっかけとなって、本格的にちょっと海外進出したいというところを思いまして、このことがきっかけでまずは小物で海外に米沢織を知ってもらいたいという思いが強くなった新田社長。しかし海外に対しての売り込みですとか、逆に受け入れていただけるものっていうのがわからない状況の中でありました。海外で何が売れるかを見極めるにはマーケティングが重要だ。そこで社長が利用したのはジェトロのハンズオン支援。企業と専門家が二人三脚で海外市場を目指すこの支援で、香港での取引先を見つけた。それがアーツ&クラフツスタジオだ。日本を中心にヨーロッパなど海外の伝統工芸品や作家の商品を取り扱っている。シルクの素材で手織物ということがすごい素敵だなというのと、あと紅花染めという伝統的工法を使ってらして、香港でご紹介できたらいいなというふうに思いまして、この店舗で扱っている新田の商品はバッグやネクタイなどおよそ50アイテム。今回のビジネススタイルは新田側が送料や店舗の棚代を負担し、店舗側が商品代金と売れる商品の傾向や改良点などマーケティングの情報を提供するというもの。商品代金から販売手数料が引かれるため持ち出しが多く、ビジネス的には儲けが薄いがメリットがあるという。例えば最初に店舗に出したトートバッグ、実は取引先のアドバイスを受けてバッグの留めをつけた。その理由はやっぱり危ないですからね。そういう工夫があった方がいいっていう話はしたかな。そのおかげで改良された商品は徐々に売れるようになったという。トートバッグのちょっと小さめのと大きめのと両方作っていただいたり、かなりの人に見ていただいておりますので、カラーの傾向ですとかいろいろとつかめたのではないかとは思うんですね。つまりこのビジネススタイルは商品を売りながら同時にマーケティングも行えるため、そこにかける費用と人員を考えると理にかなっているのだ。いろんな情報をいただけるっていうところは今後他の国展開を向けては非常に欲しい情報の一つでありましたので、改善点を結構様々教えていただけます。新商品を作ったものをまたお送りして反応を聞いたり情報として頂戴するっていうのが一番大きいところではございます。新田社長は香港での経験を生かして販路を広げていく予定だ。生産体制を整えてアメリカないし、またフランス、ヨーロッパ、イギリス、そしてアジアっていうところも見据えながら各大きいところ地点に一つ一つそういうふうに取引先を広げていく。
一方、海外ビジネスではマーケティングと同様にブランディングも重要だ。こちらはオーストラリアのタスマニア。ここに店舗を構えるのがザ・メーカー。デザイナーのこだわりを感じさせるアパレルやファッション小物、雑貨などが並んでいる。オンリーワンを求める人々に人気だ。そこに並ぶのが日本の靴下メーカー、ニットウィンの西口靴下や白根など3つのブランドだ。When I was first introduced to Win Socks, so both through the brand of Nishiguchi and Hakone, I also feel that the aesthetic, so the style of the socks, really complemented what the Australian market is wanting. ニットウィンは日本の靴下の一大産地。奈良県葛城市に本社工場を構える従業員およそ60人の靴下メーカー。新旧の機械を使い分ける技術力で幅広い商品を開発している。多くの靴下メーカーと同様に他社ブランドの OEM 生産を行っているが、並行して2017年に最初の自社ブランド西口靴下を立ち上げた。その時から海外市場も見据えていたという。 OEM だけではやっぱりやっていけないという部分があったので、国内もやっぱり1億2000万人しかいないし、より多くの方にその僕たちの思いを届けるっていうのはブランドを作る上でも絶対必要なことだというふうに思ってました。そう話すのはブランド立ち上げを主導した西口専務。ブランドには海外にも伝わる明確なコンセプトが必要だと感じていた。自分たちがどういうものづくりをしたくてどういうものを届けたいのか、でそれやっぱ強い思いがないと国内ではうまくいかないし、海外なんてやっぱりもっとそこを意識、そこを評価するお客さんなので、わざわざインポートで関税とかも払って引いてきてリスクがある中で、商品がいいんですっていうだけでは全然全くダメで、それよりもどういう価値観でものづくりをしてるのか、作る理由っていうところがやっぱり強烈なインパクトがないとやっぱうまくいかないよなっていうのは思いますね。そしてたどり着いたのが自社の強みを生かしたコンセプト、それに基づくブランドだった。その時々の流行に左右されない、夏は涼しく冬は暖かいなど靴下を履く人の普遍的なニーズ、高い技術力でその品質を貪欲に追求することを履く人思いという言葉に込めてブランドを構築している。自分たちのコンセプトである履く人思いっていうのが本当に一番大事な価値観なので、最終的に出来上がったものがその履く人思いって僕たちのコンセプトで、製品のクオリティっていうのは本当にきちんと串出しになってるかっていうのは本当に徹底的に納得がいくまでやってますね。そしてこのブランドコンセプトに共感し、オーストラリアでブランディングを展開したのがタスマニアのザ・メーカーだった。展示会3日目に来てくれたと思うんですけど、工場見に来たら翌日行っていいかっていう話になって、慌てて奈良に帰って出迎えて、で工場見学もして、でもうぜひやりたいっていうような形でスタートしましたね。西口靴下などを扱うザ・メーカーでは接客の際にブランドの価値を丁寧に紹介しているのだという。We very much understand the story behind them. We're very passionate about selling them. Nishiguchi, I feel that the message behind their socks is that they are a quality sock that can be used for all different occasions and for your lifestyle. And I think it has a really broad appeal. ストラザーズさんは SNS などで情報を発信。今ではオーストラリアとニュージーランドで50軒以上の小売店に納品している。You know what a really good quality sock looks like and feels like, and people are really starting to appreciate that and see the value in buying and wearing premium socks. And I think that's where we've sort of come up with, you know, them becoming sock collectors because they start to buy their first pair. ブランドに共感してくれるパートナーと出会い、オーストラリアでのブランディングがうまくいっているニットウィン。しかし海外ビジネスを行うノウハウが乏しかったという。オーストラリアは結果的にすごく長い取引になってるんですけども、海外ビジネスの型がない状況のスタートだったんですね。でただ本腰入れてきちっと海外でやっていこうと思った時にはやっぱビジネスの型が絶対知っとく必要がありますので。
さらに海外で自社ブランドを広げるために活用したのはジェトロの支援。そこでバイヤーの考え方、展示会での商品の見せ方や立ち振る舞いなど基本的なことを学んだ。2019年のパリの展示会などに出展し、自社商品のブランディングを展開。コロナ禍でも引き合いが多くあり、今では欧米やアジアなどおよそ30カ国へ輸出している。僕たちのブランドコンセプトっていうのをやっぱり理解してくださるところからオーダーっていうのが入ってきて、商品が届くとまたそれを見てる他の小売店さんからオーダーが入ってきて、実際2年間海外一度も行ってませんけれども、取引先は本当に200社ぐらいはあるんじゃないかな。商品の価値を高めるために必要なマーケティングとブランディング。限られた費用や人員でも効率よく行うことが販路拡大を可能にしていくのだろう。